横移動の時はルート音名を探してから移動した方がいいのでしょう。それともブロックの移動の際にもう音名を考えず視覚的に移動可能でしょうか。音名っていうのはルートのことですよね。ルートを考えますね。縦移動はそのブロック内でまず練習しますよね。例えば C メジャー7のコードトーンをこれは見えるけどこの辺見えないってことですよね。でもこれって隣のブロックだからこれって G フォームの C のコードトーン、これをまず単体で練習して、でここのブロックとここのブロックをつなげて広く見る、ちょっと俯瞰で見る練習をするんですよ。横移動は今ここのルートを意識してます。今ここ引いた瞬間ここのルートを光ってます。今G フォーム見えたっていう感じ。ブロック単体で練習して、それを行ったり来たりする練習めっちゃいいですよ。5度ここ行ってもいいしこっち行ってもいい。それってうっすらここのルートが光ってるから5度が見えてる。それもあと一緒で、この3度行った瞬間もうここのルート光ってるしここのルートも光ってる。だから C フォームが見えてここ光ったここ光ったみたいな。どんどん綱渡りしていく感じですよね。でもまずはこの単体のブロックをいっぱい練習して、で隣とガッチャンってくっつけて練習ですね。2つのブロックを行ったり来たり、 E フォームと D フォーム。なのでこの辺弾いてる時にこの辺のルートは光って見えないというか、わざわざこの辺は見ないんですけど、この隣ぐらいは見えてる。そう、これ初めのね初心者の頃は考えるの難しいんですけど、自分もねレッスンでめっちゃよく言うことがあって、例えばC メジャー7のコードトーン弾いてみてくださいみたいな時に、ここで小指でここ止まったとしますよね。そしたらストップって言って、今ここのルート見えますかって、ここに C あるの見えてますかって確認しますね、よく。全然ここ考えてなかったっていうと、じゃあここの付近来た時はこの C 意識した方がいいっていう話。そうすればここのブロックに移動できるし、こっから見たこいつってメジャー7って見やすいですよね。みたいな。結構こうやってバーってなんとなくこの手癖で上がってくったりするじゃないですか。ペンタトニックが得意な人とかでノリでそのまま、こうやって上がって下がってみたいな時に一旦ストップしてもらって、これ今 G マイナーペンタですよね。ここの G 見えてますかってここ来た瞬間、そう結構ねノリで上がって指が勝手に覚えて移動しちゃうけど、もうほんとそこしか見えなくなっちゃうから、もっと広く俯瞰で見てイメージとしてはねよく話すんですけど、ドラクエとかのRPG ゲームで暗い洞窟の中をこの松明持って歩くじゃないですか。そしたら自分のいる距離からちょっと先までは見えますよね。それでどんどん視野をこうやって広く見る視野を移動させていって、でこのルートが例えばセーブポイントだとして、セーブポイントってもうそのエリア入ったら光ってて見えるみたいな、それがルートみたいな感じですね。こんばんは。ポップスなどでたまに出てくる4シャープ2っていうコードをどう解釈すればいいでしょうか。それね27ですね。その前後が分かんないとちょっと何とも言えないんですけど、
構成音だけで言うと2度セブンと同じです。例えばキー C で2マイナー571とかってよくあるじゃないですか。でそれと同じで、ここがね、一旦2メジャー、2セブンで、まあマイナー戻って2、5とかあるんですけど、この D7 はメジャーサウンドが F シャープだから、F シャープ分の D ってイコール D メジャーですよね。でポップスだったら、まあ、そのまま5、7、1とか。例えばね、6マイナー27、571とかってよくあるんですけど、6マイナー27で、2度マイナーに戻ってもいいけど、まあ5、1にするか。で、これをちょっとアレンジすると、ここでベースラインだけ G に下がって、A から見たマイナー7度。で、そのまま半音下がって F シャープ分の D7。まあ、こういう感じの。かな？多分。ポップスで出てくるのこういうのよくありますね。2番目がベジャーになるっていうのはね、結構あるんですよ。これもサウンドと一緒に覚えるといいんだけど、まあ、例えば、キー G で弾くと、2度マイナー、A マイナー、D57、D7、1。こういうなんかポップスでよくある進行の2番目が A マイナーじゃなくて A メジャーを弾くとこういう響きになります。37。聞いたことないですか？このなんかあれ明るくなったみたいな。でまあマイナー戻って5、1。それの展開、サンドベースって考えていいと思いますね。今弾いたのは、キー G の137、6マイナー、2、5、1。で、ここで2まあ、ジャズだとセブンスが多いですけど、4和音。ポップスとかだとただのメジャーが多いかもね。トライアド。これ27。2メジャー。